さあ皆さん、春がやってきましたということで、今回はですね、お弁当にもぴったり色鮮やかな5色の野菜を使った見て楽しい食べて美味しい肉巻きを作っていきたいなと思います。さて今回は5色の野菜を使った肉巻きです。野菜をそれぞれカットし、豚バラで巻いていきましょう。次にフライパンでサラダ油を熱し、先ほどの肉巻きを入れ、こんがりと焼き色がついたら塩、胡椒、酒、みりん、お砂糖を入れ蒸し焼きにしていきます。仕上げに白ごまを振りかけ、盛り付けたら色鮮やかな5色の野菜の肉巻きの完成です。詳しいレシピは概要欄で。さあ今日は超簡単、みんなが大好きな肉巻きです。たまにはこういった定番もいきましょうかね。ここに豚バラがあります。薄切りのね豚バラ肉を用意してください。そしてもう野菜は何でもいいんです。ただ今日はアスパラと2色のパプリカ、それと人参にえのきですね。さあ切るものといったら、じゃあまずはパプリカいきましょうか。赤からいきましょう。さあパプリカはよし、縦に切っていきましょう。さあ切ったらこれを端に持っていきましょう。それから黄色いきますか。黄色のパプリカもよし、それと人参いきましょうか。人参もですね、同じように細く切っていきます。さあ人参は半分に、まずは薄くスライスをしていきましょう。そして並べて細く切っていきます。よし、ではここで豚バラ肉なんですが、これをまな板の上に乗せて赤のパプリカからいきましょう。で端から端の方に持っていきますね。巻いていきます。くるくるっと。途中こうやって引っ張りながら巻いていくとしっかりと止まりますね。よし。で留めがね、しっかりとするように、崩れないように軽くこうギュッと握ってあげましょう。で巻き終わりを下にしてあげてください。続いて黄色いきましょう。ほい。軽く引っ張り伸ばして巻いていきます。巻いたら軽くギューッと握り、巻き終わりを下にします。さあもう一つ作っていきましょう。人参ですね。ちょっとね厚めに人参はカットしてもよかったんですけれども、芯のというか人参の、生でも食べれるんですけど、こうやって細く切った方が火通りは早いですね。さあ残り2つです。アスパラいきましょうかね。アスパラは2等分にカットし、さあ基本的にはだいたい皆さん1本で巻いていく形が多いんですけれども、ちょっと欲張ってね、この2等分にしたものをこ
この2つを乗せて巻いていきます。それときのこ、えのきなんていいんじゃないでしょうかね。これをさばいて、さあ基本的にだいたい焼く時に少ししなっとするんでね、野菜は気持ち多めに入れてあげると、乗せてあげるといいんじゃないかなと思います。よし、巻き終わりました。さあ巻き終えたらですね、次に焼いていきます。なのでフライパンですね。フライパンを熱していきましょうか。でそこにサラダ油、さあこういったお弁当レシピっていうのはよく作るんですけれども、意外と自分はそんなに作ったことがなくてですね、そうだからこそこういう場で結構作るんでしょうけど、なんかあります？エピソード。私のエピソードです。僕なんかはだいたいサンドイッチ的なものは作りますね。だからパンを買って、あとはチーズとそれと生ハムとかで、現場行く時はその移動の間でそれらをこう挟んでですね食べることが多いですね。ちょっと洒落てますでしょ。都会っ子は違うんですよ。そうお弁当って本当に僕も一回すごい大量に作ったことがあって、でそれもお弁当本を出したかったので、それの撮影をねやってた時に、あの時って3日間で370品作りました。すごくないですか？これ本当の話ですよ。370品のお弁当レシピを3日間で作るっていう、大変だったけど楽しかったですね。そしたらここの巻き終わりの部分を下にして焼いていきます。そうすることでこうお肉が開かないですね。お肉が崩れないので巻き終わりを下にしましょう。色が変わってきたんでひっくり返します。ほら綺麗に焼けてる。こうやってね巻いてるので崩れないようにね、ひっくり返したらそのままなるべく動かさない。でもやっぱりお弁当とかのいいところって、もちろんなんかいろんなシチュエーションはあるけれども、ね、お昼ご飯を食べる時にそのお弁当をこうねカパッてこう蓋を開いたら、ね、すごい豪華になってたりとか、もちろん様々あるけれども、そこの会社にいる人たちでそれが話題になるって言いますからね。なんか美味しそうだねとか、ちょっと俺も食べさせてよとか、いいなそういう弁当とかっていうのはさ、なんかそういうこう話って結構あるらしいので、なんかそういうロマンがあるんだなと思って、見えないところで喜んでもらえるっていうのがいいよねって僕は作ってもらったことないですけどさあいかがでしょう。いい感じに焼けてますね。そしたらペーパーなんですが、ちょっとね油が出てきましたから、余分な油は取ってあげて、さあ表面は焼けててもやっぱり巻いてますんで中はちょっと赤いんですね。なのでここから蒸し焼きにしていきます。火力を弱めて塩と胡椒で甘みを足します。ちょっとお砂糖ですね。でここで醤油、酒、みりんと、うわいい香りだ。ちょっと今日は使わないんですが、すりおろした生姜とか入れても、ね、面白いと思います。ちょっと
ね風味もね増しますね。さあ軽く絡めて、よし蒸し焼きにしましょう。弱火で 2,3 分ですね。お待ちください。さあ 2,3 分が経ちました。そしたら火を止めて、さあここで開けましょうか。絶対いい香りしますよ。はい、きた。よし、しっかりこのタレを絡めていきながらも、ちょっと僕が好きな白ごま、じゃあ定番だし安心の味ですね。よし、でここから盛り付けに入りますが、同じ色を並べていくのはね、そういうやり方もあるんですけど、僕はちょっとそれが寂しいので、ちょっとバラバラにランダムにね盛り付けていきましょうか。ちょっとねいろんな角度で向きを変えたりして、うまそうだね。忘れちゃいけないのがこのタレだね。ちょっと今日はさらっとした感じで、煮詰めるとねさらにね濃くはなるんですけれども、これぐらいにしましょうか。かけていきます。このタレをねちょっとご飯の上にかけてもねいいんじゃないかな。よし、ちょっとしたね時間がない時にもこう簡単に作れるし、あとお弁当とかにもぴったりですし、これからにはいいレシピですね。さあ完成しました。5色野菜の肉巻きの完成です。良い一日を。